こんにちは、おりんです。今日はパンドラハウスさんで以前購入したウールミックスを使いましてキャミソールを編んでいこうと思います。喉がいかれているのでちょっとローテンションで撮影をしております。ご了承ください。ベストを編んだものをちょっとほどいて使います。何分糸不足でして。かぎ針の指定は6号、5号から6号なので今回6号で編んでいこうと思います。で、マーカー使いますね。で、モチーフ、こういう感じで編みます。こう輪っかにつなぎ合わせて、で、上と下とをつけて切るみたいな感じで作っていこうと思います。それでは、まず最初に、マジックサークルでもいいんですけども、私はちょっと今回鎖を4つして丸にして編んでいきます。はい、この裏山でもこの半目でも2目でもいいんですけども、どこかに通して輪っかにします。はい、こんな感じで輪っかになりました。そうしましたら鎖3目で立ち上がってもいいんですけども、私は中に細編みをまず1回入れます。はい。で、この細編みの柱、奥の柱ですね。ここに入れて細編みをします。これで、長編みの立ち上がりとします。最初の目にマーカーをつけておきますね。鎖1回。で、長編み1、鎖1を8回行います。なので、あと7回ですね。この穴の中にですね、長編みを入れて鎖1。で長編み、鎖1、長編み、鎖1っていう感じで、合計8セット入れます。はい。8個目の長編みが編めました。で、ここ鎖1するところなんですけども、それはちょっとせずに、最初の目の頭に針を入れて、ここに細編みを入れます。はい。これで1段目終わりになります。では、2段目いきます。今、細編みをした、この長編みと長編みの間、ビーッと広げるとあるんですけど、ここに針を入れて、持ってきて細編み。で、この細編みの柱の、この奥の方に入れて細編み。鎖3回でもいいです。はい。で、ここ、最初の目の頭ですね。マーカー入れて、で、この同じところにあと2回長編みを入れます。2回。はい。で、鎖1します。なので、この、さっきの段で鎖1回しているところに、長編みを3回と鎖編み1回をします。それを合計8セットですね。行います。2、3と長編みを編んで鎖1。はい。次のスペースに長編み3回鎖1っていう感じでぐるっと編んでいきたいと思います。はい。それでは長編み3鎖1を7回行って、で、最後の8回目は長編み3で終わってます。で、ここはさっきと同じように最初の目の頭に細編みをします。はい。これで2段目が終了になります。はい。今の状態は丸なんですけども、次の段から四角くしていきます。はい。それでは、また同じように立ち上がりの長編み編みました。はい、ここにマーカーを移し替えます。はい。では、同じところに、あと2回長編みを入れます。はい、入れました。ここ最終的にこうぐるっと編んできて、ここに同じところに、長編みをあと3回と、中長編みをここに入れるんですけども、ここ角になります。はい。
では次、鎖1回して、次のこのスペースに長編みを3回入れます。1、2、3。はい。で、鎖1。次のスペースには角を作るので、長編みを合計6回入れます。で、その6回の間に鎖に2目しますね。まず3目入れます。長編み3。で、鎖2。で、また長編み3。はい。角になりました。これを繰り返していきます。鎖1回しました。で、長編み3と鎖1。で、その次は角。で、次は長編み3と鎖1。で、次は角。で、長編み3と鎖1。で、この最後、角って感じで編みます。はい。では、一周編んできたんですけども、最後、ここ同じところに長編みを3回入れます。こうです。はい。で、ここ鎖2回のところなんですけども、2回じゃなくて、中長編みをこの最初の目の頭に入れます。中長編み。はい。これで完了です。はい。1、2、3。次4段目いきます。4段目ももう同じですね。長編みの立ち上がりを1回行って、マーカーを移し替えます。よいしょ。はい。で、長編みをあと2回編んで、ここ角になるので、後ほど角を作ります。で、この角以外の、こことかこことか、こことかこことか、こことかこことか、こことかここは、長編み3の鎖1しまして、角に、長編み3、鎖に長編み3を入れます。はい。まずはここ2箇所長編み3、鎖1編んできます。はい。それでは、次は角ですね。もう同じなんですけども、ここに長編み3回入れます。1、2、3。で、鎖2回。で、また同じところに長編み3入れます。はい。で、鎖1。で、また長編み3、鎖1、長編み3、鎖1っていう感じで編んで、まだ角を編みます。はい。では、一周編んでいきたいと思います。はい。それでは、最後、コーナーですね。この最初の目のところと同じところに入れます。長編み3。で、さっきの段と同じようにですね、中長編みをここに入れます。はい。これで4段目が編めました。はい。次が最終段になります。鎖1回して、で、同じところに細編みを1入れます。はい。この細編み1のところが最初の目の頭になります。はい。で、ここから目を取っていきます。この一番端がここの長編みの頭。でこの真ん中がここ。一番最初がここなので、まずここ最初の目に入れます。細編み。で、真ん中。細編み。はい。細編み入れます。で、こことここの間は鎖1回してるので、ここにダイレクトに細編みを入れます。この繰り返しになります。最初の目の頭。次。その次。で、鎖。はい、ここ。はい、ここ。はい、ここ。
で、鎖。で、編んでいくと、角が来るので、角も同じように、まず3目拾います。長編みの3目拾ったら、ここ角に鎖が2目入ってるんですけども、この2目のところに細編みを3回入れます。1、2、3。で、普通に3目拾ってっていう感じで、ぐるーっと一周編んでいきたいと思います。はい。それではぐるーっと細編みしていきたいと思います。はい。それではですね、一周ぐるっと編んできまして、最後、短く、ちょっと、なくなっちゃったんで、短いんですけども、ピッと抜きます。はい。こんな感じで、とじ針でつなげるんですけども、はい。これが最初の目の頭ですね。1目ちょっと見た目増えちゃうので、こう、最初の目の頭を飛ばして、その横の目に針を入れます。はい、入れました。で、ちょっとこれはもういいですね。はい。で、この出てきてる、この糸が今出てきてるところ、ここと、その下のここに通して、ピーッとすると、こんな感じで、綺麗になるので、その後糸始末っていう感じで、はい、完成になります。はい。これを合計9枚作りたいと思います。本当は偶数の方がいいんですけど、10枚だとちょっと大きすぎたので、9枚にします。胸のところがですね、キュッと締まりたいっていう感じですと、8枚でいいと思うんですけども、この辺はお好みですね。それでは9枚作っていきたいと思います。それではですね、モチーフの方をつなげ合わせていこうと思います。この一辺がですね、ここが角が3目入ってるので、下の部分を真ん中を取って、上の部分を1目だけ取ろうと思います。こっち2目、こっち1目取るんですけども、合計で18目になっております。でですね、つなぎ合わせる方法は何でもいいんですけども、私の場合はですね、今回はですね、はい、こういう風に、針に糸をこう通しまして、まずこの3目入ってる真ん中のここですね、こことこっちも真ん中、これです。ここを通して、はい、これをこのようにして引っ掛けて全部引き抜くっていう感じでやっていこうと思います。はい、この V の V ってなってる奥の半目を取って対岸もどここれかな、対岸もこう取って引っ掛けて3本いっぺんに引き抜く、こういう感じでずっと編んでいこうと思います。どうですね、ちょっと分かりにくいかなちょっとね、おしゃべりがちょっと難しいんですけどはい、こんな感じで、でこの糸で、この下の糸ですね、ここが一番下になるように持ってですね、こうかけて、でこうかけて、で持ってきてって感じで、ちょっと難しいですかね。よいしょこんな感じで通していきます。通ってるかな。はい。よいしょ。ちょっと不器用です。うまくいってないですけども。はい。そうすると、ここにこう筋が残って、ここまで
筋がピーッと入る状態になりまして、この横の筋も残るっていう感じで編み上がりますので、18目分ですね、つなげていきたいと思います。はい。では、つなげてきたんですけども、これちょっと見るからにずれてますね。ずれてるんで、ちょっと直すんですけども、ここでですね、本来は、糸をカットします。はい。で、ピッと抜きまして、で、またここに新しいモチーフを、つなげていくっていう感じで、こういう感じですね。はい。同じようにつなげて、ぐるっと、で、最後は、ここをつなげて、筒状にしたいと思います。ではちょっとそこまでずれてるので、直して、つなげていきたいと思います。はい。それではですね、こんな風につなげました。で、奇数なので、ちょっとこれを真ん中、表の真ん中っていう風に考えるんですけども、つなげたこの V っていうのが、こう、V になるように、こうじゃなくて、こうじゃなくて、こうなるように置いて、これを真ん中とします。で、後ろの、この、つなぎ目とこの真ん中が合うように、このように置いて、完成形はこういう感じになるとイメージします。はい。でですね、この上下ですね。上下に中長編みを入れるんですけども、この端から入れていきます。この上の半目、こう VV ってあるんですけども、VV ってありますね。これの奥の半目、ここをずっと拾って中長編みをしていきたいと思います。この端っこのところに針をつけて持ってきます。で、鎖1回してキュッと締めますね。はい。で、ここから中長編みを編んでいくんですけども、鎖2で立ち上がって次の目から中長編みっていうのが基本ですね。なんですけど、私はここにまず細編みを1回入れます。で、鎖1回。で、これを中長編みの立ち上がりとします。はい。この鎖のところにマーカーをつけておきます。最初の目の頭ということになりますね。では、中長編みを奥の半目に入れていきます。1目ずつです。はい。開けて、奥の半目を取って、中長編み。はい。ちょっとこのつなぎ目のところまで編んでいきたいと思います。はい。それでは、つなぎ目の手前まで編んできました。このモチーフの部分はですね、18目あります。で、その両サイドに、このつなぎ目、1目ずつあるんですけども、これも拾っていこうと思います。なので、モチーフ1個につき20目拾っていこうと思います。では、このつなぎ目は、このビーッと引っ張られてるこの糸に入れていこうと思います。ここをですね。はい、これです。こんな感じで、この間の2目拾いました。で、こんな感じで一周ぐるっと、奥の半目に中長編みをそれぞれ入れていきたいと思います。はい、はい、それでは一周編んできました。2段編んでもいいですね。お好みで書いてください。では、糸始末できるぐらいの長さ残してカットしました。スーッと抜いて、はい。糸始末します。はい。では、この最初の目の頭に通して、で、出てるところ、こう、通します。この横でもいいですけど、どっちでも
お好みで。なんかちょっと段になってる気がしますが。はい。で、糸始末っていう感じで行います。はい。下も編んでいきたいと思います。はい。それでは、一周ぐるっと編んでいきました。ここが最初の目の頭なので、ここに通します。はい。キュッと。はい。こっち、下の分ですね。こっちが上、こっちに肩紐つけます。で、こっち下です。ここから、下にずっと編んでいこうと思います。で、下の長さはお好みなんですけども、全体的に47、8センチぐらいになるようにしたいので、私は41目作り目を作ろうと思います。お好みで増減してみてください。ここから鎖を41目作ります。奇数で作ってください。4、5、6と。41目編んできます。それでは41目鎖編みました。20センチくらいですね。ちょっと短いかもしれないです。21センチですね。まあいいか。はい。こんなもんで編んでみます。中長編みと中長編みの方眼の、2段のリピートで編んでいこうと思います。では最初の裏山に鎖、5枚編みして、で鎖1。これで中長編みの立ち上がりとします。はい、鎖2で立ち上がってもらってもいいと思います。基本なので。はい、ではこの裏山を取って中長編みをしていきます。私の場合は41目ですね。拾っていきたいと思います。はい、普通に中長編み編みます。はい。はい。それでは41目編んできました。はい。根元、ここですね。もうここに入れて、引き抜き編みします。はい。で、次の目も拾って、引き抜き編み。で、ひっくり返します。はい。では、ひっくり返しまして、次は方眼編みを編んでいきます。今この2目引き抜き編みをしたんですけども、この2目を飛ばして、この3目目から編んでいきます。はい。で、こうしまして、糸をかけて、取っていくのは、本来ここが頭なんですけども、じゃなくて、この手前のこの2本、ここを拾っていこうと思います。ここを拾って、中長編み。で、鎖1、1目飛ばして、その次の横の2目。2目じゃない、2本。はい、鎖1。中長編みですね。中長編み好きなので、中長編みばっかり編んでます。お好みで書いてください。はい。ここ模様編みはね、お好きなように作っていただいたらいいかなと思うんですけど、私はちょっと軽く方眼編みにします。全部方眼編みとかでもいいかもしれない。ね。何でもお好きなように、ね、編んでいただいたらいいと思うんですけど、私の場合、方眼と中長編みの交互にしたいと思います。はい。では、下まで編んでいきたいと思います。はい。では、方眼編み編んできまして、最後の目になりました。最後の目は、頭を取ろうと思います。一番下、裾についたときは、いつも頭を取ります。はい。こんな感じ。これは、次の4段目も6段目も、偶数段は必ず頭を取っていきます。はい。それでは3段目ですね。はい。ひっくり返しまして、次は奥の半目を取っていきます。奇数段は奥の半目。偶数段は手前の2本ですね。取っていこうと思います。では、ここ、鎖2回で立ち上がってもいいんですけども、こんな感じで作
作り目を、じゃあないや、立ち上がりします。で、鎖編みの部分も拾っていきますんで、奥の半目に入れていきます。こんな感じ。なくなりました。はい、こんな感じで。ここかな。はい。この奥の半目、できます。で、な具合にですね、ずっと拾っていきます。ここについたら、最初はこの根元取りましたけども、次の2目取って、で、また編んで、2目取って、編んで2目取ってっていう感じで進めていって、ぐるっと一周が180目ありますので、180段編むことになります。結構フリフリになる。ちょっとフリフリとなるかなっていうふうに思っているんですけども、そんな感じで、一周ぐるーっと編んでいきたいと思います。はい、それでは、最後まで、一周ぐるっと編んできました。ここめっちゃくるんってなるんで、前の当てて水通しすれば、なんとかなるかなとか思ってるんですけど、気になる場合は縁編みするっていう感じかなと思います。それでは、最後根元がですね、2目残っている状態ですので、2目拾って、いつも通り、中長編みの方眼編みで戻っていきたいと思います。はい。それでは、ちょっと中長編みの方眼編みをしていきたいと思います。はい。それでは、最後一番下ですね、裾のところで終わりたいと思います。はい。模様的にこれで合うかなと思うので、ではここで鎖1回しまして、表からつなげていこうと思います。下に糸が欲しいんで、ちょっと糸玉をですね、下にくぐらせます。くぐらせて、モチーフのところからピヨッと出るようにしました。今こういう状態でつなげていくんですけども、まず対岸の一番最初の目がどれかな。これですね。ここだと思われます。不安な場合は印をつけていただいて、はい。ではこう持ってですね、最初の目に通します。で、こっちも最後に編んだ目がおそらくこれです。おそらく。はい。で、これを引き抜きで、ちょっと丁寧に取らないといけないかも。はい。では2目目に入れます。入れますね。で、こっちは鎖編みなんですけど、上の2本、取りにくかったら何本でもいいんですけど、取ります。こんな感じ。頭、両方頭取ります。頭、もうこれもお好きなようにつなげていただいたらいいんですけど、私は今回こういう感じでつなげようと思いますんで、上まで同じ方法でつなげていきたいと思います。はい、それではここずっとつなげてきました。最後ね、ちょっと手探りになるんですけどもつなげます。で、糸始末できるぐらい、ちょっとこれぐらいカットしてスッと抜こうと思います。はい。で、これで、後ろの方に糸を出して、後ろで糸始末をしようと思います。はい。ちょっと後ほど糸始末します。はい。でもう全体的には完成したんですけども、肩紐を作っていこうと思います。私は、今回は、こういう肩紐に
しました。何でもいいんですけども、こんな感じで編みます。こんな感じで、はい、つけようと思ってます。で、どうしても伸びちゃうので、切る前にですね、この後ろにちょっとリボンかなんかを縫い付けた方が、長く切れるかなと思います。それでは、肩紐の編み方なんですけども、最後に縫い付けるようにちょっと長めに糸を残しております。こっち短いですね。はい。ちょっと長めにビート置いておいて、この辺から80目ね、1、2、3、4、5と。はい。80目鎖を作って、編んでいきたいと思いますので、まず鎖を80目編んでいきたいと思います。はい、それでは80目編んできました。鎖1回で立ち上がって、この裏山に細編み入れていって、80目細編みを編みます。で、もう一段同じように普通に頭を取って細編みを80目、2段編みます。はい。では、細編みを2段編んでいきたいと思います。はい、それでは編んできました。細編みが80目2段ですね。では、ここから縁を編んでいきます。鎖1回して編み地をひっくり返して、今まで編んできた、細編みの頭ですね。ここにまず引き抜き編みをします。引き抜きで鎖1で次の目引き抜き鎖1っていう感じで、80目分拾って編んでいきたいと思います。それではずっと編んできまして、反対側に行きたいと思います。で、今こっち側にあるので、こっちに移動したいので、ここを2目ぐらい引き抜き編みをします。どこでも適当に隠れる部分なので、ここ2回ぐらい引き抜き編みして、で、ここからスタートって感じで、この長く残しておいた糸はこっちを置いて、で、最初の目、この作り目、この V2 本を取っていこうと思います。で、同じように引き抜き編みをして鎖1、ここ通して引き抜いて鎖1っていう感じで80回編んでいきたいと思います。はい、では編んでいきます。はい、それでは編めました。では長めに残してカットをしまして、スーッと抜きます。では肩紐2枚できましたんで、本体に縫い付けていこうと思います。はい、それではですね、ここつなげたところなんですけども、ここを端っこに追いやってですね、1個真ん中に据えて、この後ろのつなぎ目のところが真ん中になるように置いています。で、ここを真ん中として、ここから11センチのところ、ここから11センチのところにマーカーをそれぞれつけました。で、ここの対岸がここ、ここの対岸がここっていう感じでつけたいと思います。はい、ここ22センチぐらいですね。これ裏表よくわからないんでどっちでもいいんですけども、後ろのところにもう普通に縫い合わせていきます。長く糸を残しているのでこのままこれをつけたいと思います。まずですね、こう縫い付けるんですけども、1.5 センチくらいこの辺までちょっと登っていこうと思います。そうじゃないと編み付けにくいので、まずこういう風に上まで来ましてこっからこう縫い付けていこうと思います。1目取って薄く取ってですね、縫い付ける。根元は1本、この辺2本取って縫い付けるっていう感じで、はい、縫い付けます。
響かないようにですね、表の方にここ角とか割と適当に1本拾っては縫い付け、真ん中は2本ぐらい拾いますか。ちょっと抜けそうですね。はい、こういう感じで縫い付けます。はい、これが縫えましたら、ちょっとジグザグ縫って、ちょっと雑でしたね。はい、返して、でこの中に通して、でカットって感じで切ります。で同じようにですね、こうくるんとならないようにこう持ってきて、これも内側に縫い付けます。でこっちも同じように縫い付けたいと思います。はい、それでは出来上がりました。こんな感じで紐がついています。はい。で、私ちょっとアクリルとウールのもので作りましたけども、これからの季節だと、同じぐらいの太さでコットン糸がいいかなと思います。はい。ぜひこの裏にリボンを縫い付けてきてください。はい。それでは最後に全体像をお見せして終わりにしたいと思います。はい。では最後までご視聴いただきましてありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンの方をポチッと押していただけますと励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。それではおりんでした。さよなら。